こんにちは、ゆうひこです。今回はフライキャスティングの基礎ということで、基本的なオーバーヘッドキャストのメカニズムについて考えてみたいと思います。フライフィッシングと他の釣りのキャスティングにおける決定的な違いは、フライフィッシングはラインの重さを利用してラインでループを描いて、そしてその推進力を利用して軽いフライを遠くに飛ばすということになります。このループを描くという感覚を初心者に教えようとするととても難しいです。ベテランの方も一旦初心者の頃に戻っていただいて、フライキャスティングの入門書を読むとそこに書かれているのは、一つ目としてロッドは11時、1時の間隔で止める。11時、1時、この角度でロッドを止めなさいということを言ってるわけです。そして二つ目が、ロッドのストップはトンカチで釘を打つように急停止させなさいというようなことが書かれてあったりします。これはいずれもフライキャスティングというのはロッドをストップさせることによってループが形成されますよと、そういうことを意識させるための表現なんだと思うのですが、この方法でフライキャスティングを覚えてしまうと、その後で上達しないのではないかと私は考えています。フライキャスティングというのは8割方ロッドが仕事をしています。投げる人、つまりキャスターとして一番大切なことはロッドを曲げること、これがロッドに対するパワーのインプットになります。次に大切なことは、キャスティング中のロッドティップの軌跡が直線的に投げる方向へ向かうこと、まっすぐ、このロッドティップの軌跡がまっすぐ移動すること、要するに直線になるということです。その2つができていればですね、ロッドがループを形成してラインを投げてくれます。まず初心者が最初に理解するべきことは、フライキャスティングというのはあくまでもロッドが主役であるということだと私は思っています。ラインを後ろに放り投げます。まず後ろに放り投げてまだラインに勢いがあるうちにフォワードキャストに移るぐらいでいいと思います。で、一番大切なのはまずフォワードキャストに移った時にロッドが曲がるので、その曲がりを感じることです。で、一番曲がりきったところでロッドというのはまっすぐになろうとして復元力が働くので、その復元力を感じながらロッドの戻りに合わせて前に押し出していきます。途中でロッドをストップさせる必要はないので、そのまま一番前まで突き出してしまいます。これでループが形成されてフライラインは飛んでいくと思います。ここでロッドの曲がりを感じます。ロッドの復元に合わせてまっすぐ振り抜きます。ループが形成されているのがお分かりいただけると思います。ロッドの曲がりを感じることが大切ですと。そしてロッドの復元を感じることが大切ですということをお話しさせていただきましたが、これはですね、ロッドをどこでストップさせるのかっていうところに関わってきます。ロッドをストップさせる位置というのはですね、キャスターが勝手に決めることはできません。これを決めるのはロッドの役割です。どういうことかというと、ロッドが曲がって要するに反発している、そしてその曲がりが戻る、復元している、この間っていうのはですね、ロッドが仕事をしていることになります。ロッドが仕事をしているのにキャスターがその途中で勝手にストップさせるというのは、これはもうロッドの仕事をキャスターが邪魔しているということになります。ではそのタイミング、先ほど言ったロッドの曲がりを感じること、そしてロッドの復元を感じること、これをしっかり感じ取ることができれば、必然的にロッドをどこで止めればいいのかというのは分かってくると思うのですが、これをですね、硬いロッドと柔らかいロッドの場合でどのように変わってくるのかというのをですね、ちょっと映像でご覧いただきたいと思います。まずはグラファイトロッド、セイジの8フィート6インチ4番グラファイト 3LL というモデルなんですが、これでキャスティングしてみた映像をご覧いただきたいと思います。
キャスティングのメカニズムがどうなっているのか、詳しく見てみましょう。ロッドを曲げます。そしてロッドの復元を感じながら、ロッドティップがまっすぐな軌跡を描くように移動させていきます。そして赤のライン、要するにロッドがまっすぐになった位置というのがロッドをストップさせるべき位置ということになります。ここの赤のラインでロッドにブレーキをかけるわけなんですが、よくトンカチで釘を打つようになんていう表現が使われますが、これは何でもかんでも急停止をさせればいいというわけではありません。これは0か1か、そんなデジタルのような話ではなくてですね、ハードに止めた方がいい場合、ソフトに止めた方がいい場合、あるいは全く止めないという場合もあります。一つだけ注意していただきたいのですが、ソフトにゆっくり止める場合もですね、この赤のラインまではスピードを緩めてはいけません。ブレーキをかけ始めるのがこの赤のラインということになります。その止め方については、また後で詳しく説明したいと思います。ひとまず続きを見てみましょう。この赤のラインでブレーキをかけることによって、ロッドティップが黄色の線のように前に走ります。これによってループ幅が決定します。このロッドティップが走った状態、要するに赤のラインのところでこのままロッドを止めてしまうとどうなるでしょうか。このようにロッドティップが振動してしまいます。それなのでロッドティップが走ってそのまま戻ってこないように少しロッドを送ってやる必要があります。送るというよりはですね、グリップに反発を感じたら少し力を緩めてやる。そうするとティップが収まってくれるというようなイメージだと思います。バックとフォワードの赤のラインの角度、これをキャスティングアークと言います。このキャスティングアークの範囲の中でロッドを止めることはできません。ロッドの停止禁止区間ということになります。ここまでがフライキャスティングの基本的な流れということになりますが、ではこれを柔らかいロッドでキャスティングするとどうなるでしょうか。こちらはですね、自作のバンブーロッド7フィート6インチ4番。バンブーロッドが柔らかいとは一概に言えなくて、これはテーパーの設計次第なんですが、このロッドは軽粒でショートキャストで使うことを目的として設計したロッドで、だいたい7メーター以内のキャスティングレンジで使う想定で設計してあります。先ほどのセージのグラファイトロッドに比べるとかなり柔らかいロッドになっています。それではキャスティングの違いを見てみましょう。この場合のキャスティングアークはこちらになります。硬いロッドと柔らかいロッドで比較してみると、柔らかいロッドの方がキャスティングアークが広がっているということになります。これはどういうことかというと、同じパワーをインプットした場合、硬いロッドよりも柔らかいロッドの方が曲がりが大きくなります。曲がりが大きい分、白線の位置が下に下がっているのがお分かりいただけるかと思います。例えば天井の汚れをほうきで払おうとした場合、例えば高い天井だったら払う距離は短くなるかと思います。そして低い天井の場合は払う距離が大きくなるかと思います。ロッドティップはまっすぐに動かさなければいけないので、当然天井が高くなればまっすぐに動かせる範囲というのは短くなります。そして天井が下がってくれば大きく動かすということになります。この例ではですね、分かりやすいように硬いロッドと柔らかいロッドの比較ということでご覧いただきましたが、硬いロッドの場合もですね、もっと遠くに飛ばそうと思って負荷を上げていくとロッドの曲がりが大きくなっていきます。その場合はロッドの曲がりに応じてキャスティングアークを広げていく必要があるということになります。
逆に柔らかいロッドでショートキャストする場合もロッドの曲がりが小さくなるのでコンパクトに振る必要があるということになります。それでは次にこの映像から見てバンブーロッドでグラファイトロッドと同じキャスティングアークでロッドを止めてしまった場合どうなるのか。この場合はですね、このようにロッドが曲がった状態でストップしてしまうことになります。ロッドティップは前方に向かって反転することはするのですが、トップの軌道はこの黒いラインのようになります。そうするとどうなるのか。これがテーリングループという現象です。ロッドの仕事を邪魔してはいけないということがお分かりいただけたでしょうか。例えばですね、キャスティングのもっと高度な技術としては、キャスティングの最後でリストダウンしてティップを加速させる、あとはホール、ラインを引っ張ってラインスピードを上げるという技術もあります。ただそういうテクニックもキャスターが自分勝手なタイミングで行うと本末転倒な結果になってしまいます。あくまでもキャスティングを行うのはロッド、リストダウンもホールもロッドの仕事をアシストするようなタイミングで行わなければいけません。一歩間違えばロッドの邪魔をしてしまうことになります。それなのでフライキャスティングの基礎的な第一歩としてはロッドの曲がりを感じる、ロッドの復元を感じる、そういうところから身につけていくのが上達の近道なのではないかと私は思います。次にですね、グラスロッドでキャスティングしてみた映像をご覧いただきたいと思います。1本目はフェンイクの7フィート7インチ4番です。もう1本はパウエルの7フィート4番です。バンブーロッドとグラファイトは4番ロッドを持っていたので、それに合わせてグラスも4番で揃えて購入してみました。この2本合わせて8万円ほどの出費になってしまいました。まずはですね、ちょっとつないで振ってみたいと思いますが、7フィート6インチのバンブー4番です。で、この感じに対してですね、フェンウィックの7フィート7インチ4番です。ちょっと私のバンブーロッドよりも若干硬いような感じですね。パウエルの7フィート4番です。これはかなり硬い感じですね。グラファイトにどちらかというと近いか、それよりちょっと柔らかいぐらいの感じです。それではフェンウィックのキャスティング映像をご覧ください。グラスロッドを今回初めて振ってみましたが、低反発ということもあってラインを通さないときは結構硬く感じてもラインを通してみると柔らかいというような感じでした。初めて振ったロッドということもあるのですが、最初のうちは結構テーリングさせてしまいまして、バックキャストでもですね、こんな感じでループを見ながらキャスティングするとうまく投げられているかどうかがわかります。途中から投げ方を変えていました。ティップを見ながらキャスティングしてティップが返ったらストップさせる、そんな感じで投げれば柔らかいロッドでも結構綺麗に投げられると思います。続いてパウエルのキャスティング映像をご覧ください。
パウエルの方はですね、フェイクよりは硬いということもあって、割とテーリングさせることなく投げられた感じです。フェイクの時よりもグラスロットに慣れてきたというのもあるかもしれません。それでもやっぱり同じようにティップを見ながら、ティップが返ったら止めるというような感じで投げてみました。初めてのロットにしては結構綺麗に投げられているのではないでしょうか。続いてロットの止め方についてですが、フライキャスティングというのはですね、もうロットを曲げた時点でもうロットが復元して勝手に投げてくれます。なのでロットを止めなくてもキャスティングというのは成立します。ロットを急停止させた方がラインが勢いよく飛んでいくと思われている方も多いのではないかと思いますが、これはですね、理論的にはロットティップがこの赤のラインに来た時、この時のラインスピードによって飛んでいくラインの勢いが決定します。ここでロットを急停止させるか、ゆっくり停止させるか、あるいは停止させないか、いずれの場合でもラインの勢いは全く同じということになります。で、この後のロットのストップのさせ方というのは、ループの形状に関わってきます。これはバンブーロットとグラファイトロットで、ロットをストップさせた時、ロットティップの走り方の違いを比較したものですが、グラファイトロットの方は赤の線に対してロットのバットの位置がほとんど動いていません。それに対してバンブーロットの方は赤のラインよりもバットが少し前に動いています。これはですね、グラファイトロットはハードにブレーキをかけている、バンブーロットはソフトにブレーキをかけているということを表します。で、ロットはハードにガツンと止めるとティップが大きく走るのでワイドループで、ソフトに止めるとティップが小さく走るのでタイトループというようにですね、コントロールすることができます。ただこれはロットによって大きく左右されるので、硬いロットの場合はガツンとハードに止めて少しループ幅を広げてやる必要があります。それに対してグラスとかバンブーとか柔らかいロットの場合はガツンとハードに止めるとティップが大きく走りすぎてこんな感じで下を向いてしまったりします。ティップを下に走らせてしまうと伸びていくラインの方向のベクトルに対して下方向の別のベクトルがかかってですね、ロスになってしまうので、基本としてはティップは前に向ける、前に向けて走らせるっていうのが基本だと思っています。ただティップを下に向けるとですね、ターンオーバー性が良くなるというのがあって、例えば風の強い日とかロングリーダーティペットで釣りをするときとか、あえてティップを下に向けて走らせるようなケースもあります。それでも基本としては投げる方向に前を向くようにティップを走らせるっていうのがいいと思います。そうすれば柔らかいグラスロットやバンブーロットでもかなりタイトなループを作ることが可能です。硬いロットと柔らかいロットを比較した場合にですね、硬いロットの方がティップの戻りが速いのでラインスピードを上げるということでですね、遠投するのには硬いロットの方が向いています。で、柔らかいロットで遠投するとどうなるのか。柔らかいロットは負荷をかけると大きく曲がるのでキャスティングワークを広げなければいけないということは説明させていただきましたが、それと同時にですね、柔らかいロットというのはティップの戻るスピードが遅いので、それに合わせて前後のストロークも入れてスピードを補ってやる必要もあります。そうするとですね、キャスティングワークを広げるのと同時に前後の動きも取り入れなければいけないので、ティップの移動距離はかなり長く動かさなければいけないということになります。自作のバンブーロット7フィート6インチ4番でロングキャストをしてみた映像をご覧いただきたいんですが、この映像からかなりの遠投のように思われるのではないでしょうか。これでだいたい15メーターぐらい飛ばしています。このバンブーロットは7メーター以内の距離で使うことを想定して設計したものなので、その倍以上飛ばそうとするとこういう投げ方になります。細かく見てみましょう。ロットがこれだけ大きく曲がっています。それに合わせてキャスティングワークも広げていきますが、この時点でまだロットティップが返ってきていません。それなのでさらにストロークを入れます。ここでようやくティップが戻ってきました。そしてそこからストップなのですが、柔らかいロットの場合はソフトにゆっくり停止させてロットのティップを前に向かせるというお話をさせていただきました。ハードにガツンと止めるとロットティップが下に向いてしまいますよということなんですが、
ソフトにゆっくり停止させるには、車のブレーキと同じで制動距離がそれだけ長く必要になります。こちらの映像を見るとですね、キャスティングアークも広げてストロークも目いっぱい使ってしまっているので、これ以上前に行けない状態になっています。そこでガツンと止めざるを得ない状況です。そうするとこんな形でロッドディップが下に走ってしまいます。そしてループを見るとこんな感じで波打ってしまっています。飛距離としては 15m ぐらいなんですが、7m 用のロッドなので、これがいっぱいいっぱいのキャスティングになります。続いて同じく自作のバンブーロッド、7フィート6インチ5番。これもいっぱいいっぱいのキャスティングなんですが、飛距離としては 25m ほど飛んでいます。こちらのロッドも5番とは言っても、渓流で使うことを前提として設計したロッドなので、だいたい 12m 以内の距離で使うことを想定して設計してあります。やっぱりその想定の2倍以上飛ばそうとすると、こういうキャスティングになります。柔らかいロッドでも少し飛ばして使いたいという方はですね、ラインを1番手ぐらい下げて使うという方法もあります。今回はフライキャスティングの基礎ということで、キャスティングのメカニズムについて物理的、科学的に検証してみました。ロッドのストップを意識することによって、キャスティングが上達しているという方はそれでいいと思うんですが、もしキャスティングの壁に当たって何をどう改善したらいいのかわからないと、そういう方はですね、もしかしたら参考にしていただけると改善策が見つかるかもしれない。そうであったら嬉しいなと思います。今回は基礎編として編集してみましたが、キャスティング動画については、また渓流での実践編なども企画していきたいと考えています。それにバンブーロッドメイキングや釣り動画、またいろいろとお役に立てるコンテンツを出していきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。それではまた。